おはようございます。僕は今大分県大分市に来ています。後ろに見えているのが大分駅です。大分市は大分県の県庁所在地で、人口はおよそ47万人。大分県全体の人口が108万人程度なので、県民の約半分がこの町で生活しているってことになりますね。今回はそんな大分市とそのお隣の豊後大野市を1泊2日で観光していきたいと思います。大分駅着いてまず思ったんですが、めちゃめちゃ大きいですね。さすがに50万人近くいる都市だけあって、駅も相当立派ですね。で、駅ビルの頂上に何やら櫓みたいなのがあるんですが、あそこには日本最大級の屋上庭園があるらしいです。駅前にはビルが立ち並んでて、開発も進んでいて、すごい本当に都会って感じですね。こっちが駅の反対側なんですが、こっちはこっちで普通に栄えてますね。商業施設があってロータリーがある感じです。目の前には大きな公園もありますね。さあ、早速駅の周辺を散策していきます。駅前すぐにはセントポルタ中央町というアーケードがありますね。アーケード街抜けるとすごい大きな空間にたどり着きました。開閉式のドームがあるって聞いたんですが、多分これですかね。すごいかなり大きなドームです。大分駅の駅前には南北に伸びるセントポルタ中央町とガレリア竹町、2つのアーケードが交わっていて、すぐそばの若草公園を囲むような形になっています。この後ろにあるのが若草公園なんですが、この若草公園を取り囲むようにしてアーケード街ができてますね。今は七夕祭りに向けて準備中ですね。アーケード街を通り抜けると国道にたどり着きます。この道もすごい広いですね。アーケード街を通り抜けて東に進んでいくと、左手には大分市役所がありますね。そしてすぐその道路を挟んで右手には大分県庁があります。大分市役所の裏側には新しい別館とつながるところがあって、その隣にあるのがアートプラザですね。さあ、続いてやってきたのがアートプラザです。こちらの建物の設計を手掛けたのは世界的建築家の磯崎新さんです。以前に北九州の動画でも紹介した北九州市立美術館の設計でも知られてますね。北九州市立美術館でもこういったブロックが飛び出すようなデザインがありましたね。こういう武骨なデザインめっちゃ好きですね。早速中に入っていきます。ちょうど見たかったのが3階の展示室で、磯崎新さんがデザインした模型とかが展示されてるみたいなので、すごい気になってたんですよね。いやー、アートプラザ行ってきました。めっちゃ良かったですね。1階と2階はギャラリーになってて、3階が磯崎新さんの常設展になってたんですけど、完全に無料でめちゃめちゃ充実した展示ルームになってました。実現しなかった都庁の模型とかもあって、めちゃめちゃ見応えありましたね。大分市役所とアートプラザのすぐ隣には船井城があります。江戸時代に築かれたお城で、今は石垣と櫓の一部が残されています。城内へのアクセスはこの八日橋を渡って入ります。こちらも再建されたものですね。八日橋の下でアオサリかな、休憩してますね。亀もいますね。
船井城は日本100名城の一つにも選ばれてますね。立派な石垣が残ってます。石垣の上に登ってきました。暑い。渡り橋とその奥にはアートプラザがあります。船井城をこうして見ると面白いのが、城内は完全に駐車場になってますね。なかなか城であんまこういうのを見たことないですね。サクッと回るにはちょうどいいコンパクトなお城ですね。今大規模な災害復旧工事をやってるみたいで、その建設関係の工事車両がいっぱい来てるってことですかね、多分。中期計画を見ると現在は確かに何もないんですが、将来的にはなんか東屋とか物販施設ができるみたいですね。さあ続いてやってきたのは船井五番街商店街ですね。こういったからくり時計もあります。この場所は石畳が引かれていて、電柱も地下に埋まってるっぽくて、すごく綺麗に整えられた通りですね。ジャズの BGM も流れてておしゃれな雰囲気ですね。さあそんな船井五番街を歩いていくと赤レンガの建物が現れました。大分銀行の赤レンガ館ですね。この見た目といえば東京駅ですよね。そう、こちらも東京駅の設計で知られる辰野金吾さんの設計です。辰野金吾さんはこのチャンネルでももう何度も登場してますね。また辰野建築に出会いました。すごくワクワクして入ったんですが、なんと水曜日は定休日でした。残念。ミュージアムショップみたいになってて、大分の工芸品とかがお土産が買える場所になっています。赤レンガ館でコーヒーでも飲みながらちょっと建築を堪能しようかなと思ったんですが、休館日でした、水曜は。でも内装も見られたので良かったです。内部の赤レンガが当時のそのままになってて、それも良かったですね。大分の牛乳で有名なみのりん牛乳のポップアップストアでソフトクリーム買いました。あといちご牛乳で揚げパン、この3つで550円ですよ。爆安ですね。めっちゃ牛乳感じて美味しいですね。これで250円なんだからめちゃめちゃ安いですね。いちごミルク、揚げパンです。この揚げパンにいちご牛乳、もう間違いないコンビです。いやめっちゃ美味しかったですね。いややっぱ暑いとアイス食べるだけで結構復活しますね。またこの後さらに歩いていって美術館の方に向かっていきます。アーケード街を西側に通り抜けるとまた違った屋根に接続しました。これ濡れずに駅から美術館まで行ける感じかな。だとしたらすごいな。これは何の施設だ。オアシス広場というところにたどり着きました。このまま美術館行けるのかな。美術館は右、書いてありますね。すごい、駅から美術館までアーケードと施設がつながってていいね。おお、巨大なアトリウム空間が現れて、その先には県立美術館がありますね。ここは
イーチコグランドホールという施設ですね。劇場が併設されていて、隣には NHK があります。で、目の前に見えているのが大分県立美術館ですね。道路を挟んで向こう側なんですが、ここにもちゃんと接続されてますね、橋が。いや、素晴らしいですね。駅から屋根がずっとつながってて濡れないし、こういっためちゃくちゃ晴れてる日も日差しを防いでくれるのでめっちゃ助かります。で、この目の前の通りをまっすぐ行くと、先ほど言った宮内城とか県庁とか市役所がある方向ですね。そしてこちらが大分県立美術館、通称オーパムです。いや、大分市の中でも特にこの場所に来てみたかったんですよね。今はチームラボ展を開催してますね。開かれた建築というコンセプトらしくて、この外側のカーテンウォールはガバッと開くらしいです。この大分県立美術館を設計したのは坂茂さんという建築家です。この方は建築界のノーベル賞とも言われるプリツカー賞を受賞した方で、日本には多分プリツカー賞10人ぐらいしかいないと思うので、すごい建築家の人です。午前中に紹介したアートプラザの設計者である磯崎新さんの設計事務所で坂茂さんが働いてたので、そういったつながりもあって面白いですね。1階は大きな吹き抜けのアトリウム。ガラス張りなので外から中の様子が見えてとても開放的。オランダのデザイナーマルセル・ワンダースによる卵型のオブジェがあちこちに置かれていて、実際に触れて楽しむこともできます。キティちゃんがいました。2階はギャラリーエリアとレストラン。レストランの内装には災害時の避難所でも使われた紙の筒、紙管が取り入れられています。3階には中庭があって、竹細工のような木組みの天井が印象的です。天井の開口から自然光が差し込み、時間とともに光の表情が変わってとても落ち着く空間でした。大分県立美術館楽しんできました。チームラボの展示と竹久夢二展を開催してましたね。夏休み期間中なので結構子どもたちも多くて、美術館ってあまり子どもとか行くイメージないと思うんですけど、やっぱこのコンセプトがハマってるのか、めちゃくちゃ子どもも多いですね。後ろにミュージアムショップがあるので、そこでなんか可愛かったステッカー、昭和モダンのステッカーを買いました。僕は建築を見に来たので、今回は展示の方は見に行ってないんですが、建築を見るだけでもすごく見応えがありました。ということで、午前中は大分市の中心街を楽しんできました。これから車を借りて大分市の橋の方に向かっていきます。大分のチキン南蛮で有名な金鍋亭に来たんですが、混んでて待ち時間もあって、先の予定が予約してあるのでちょっとそれに遅れられないので、目の前まで来たんですが断念します。いや、めっちゃいい匂いしてるけどしょうがない。また今度食べます。さあ、続いて大分市の東の端っこ、佐賀関というところにやってきました。これがこの佐賀関っていうエリアのマップですね。大分市の中心地から海沿いをだいたい1時間ぐらい走らせて、山の中の細い道を進んできたところにありました。この今先に見えてるのが JX 金属関崎未来海星館。ここでプラネタリウムを見に来ました。予約してたプラネタリウム見てきました。いや、すごく良かったですね。45分っていう長いプログラムで、しかもただ映像を流すだけじゃなくて、解説員の方がリアルタイムで解説しながら
星空を見ることができるのでめちゃくちゃ良かったですね。施設自体はすごい小さいんですがすごい来て良かったです。後半の方すごい気持ちよくて寝落ちしてましたが、そしてこの目の前にある景色素晴らしいです。左手に見えているのが工場エリアとかがある大分市内の方で、そして目の前に広がっているのが九州と四国の間にある豊後水道ですね。下の方に白い灯台が見えますね。先に見えるのが高島という島で、さらにその向こうにはもう四国の愛媛県の陸が見えますね。いやー、九州と四国って案外近いんですね。いやー、この緑と青のコントラストがやっぱいいですね。施設内にはこういった展望室もありますね。クーラーの効いた環境で豊後水道を見渡すことができます。ここまで来るのに細い山道をぐねぐねと進んできたんですけど、いや来てよかったですね。めちゃくちゃ景色いい。テレビ望遠鏡があるので使ってみますかね。いいね、見やすくていいわ。すごい、めっちゃズームできる。おー、これが愛媛県の佐多岬、これが高島っていう結構近くにある島ですね。もう終わっちゃった。早いね。未来海星館楽しんできました。いや、すごくいい施設でしたね。入館料無料ってのがちょっと信じられないです。まず何よりロケーションがめちゃめちゃいいです。本当にここに来て九州と四国ってかなり近いんだなと思いました。しかもフェリーでつながってるみたいで、そこから四国に行くってのもありですね。また行きたいところが増えました。そしてこういった綺麗なハイビスカスとかもそうなんですけど、施設の手入れがすごいしっかりしてるんですよね。なのでめちゃくちゃ快適に過ごせました。展示ルームとかも簡易的なものじゃなくて結構しっかりとしてたので、子供たちがそれこそ夏休みとかに見て学ぶにはちょうどいい施設なんだと思います。で、今5時17分なんですが、まだ時間的にはちょっと早いんですが、この近くに海鮮が美味しい店があるらしいので、そこに行って夜ご飯を食べようと思います。海星館から車で10分程度で着きました。浜辺の里関味関サバ館です。目の前には綺麗な海が広がってます。さあ、ここで海鮮を食べたいと思います。タッチパネル式で関味と関サバが看板商品って感じですかね。はい、今回頼んだのは関サバ御膳。歯ごたえがある引き締まった身が美味しくて、やっぱり刺身で味わうのが一番ですね。小鉢には大分の郷土料理琉球もついています。旬の魚をごまと生姜の醤油だれに漬け込んだもので、白米との相性抜群。単品で関味フライも注文しました。これも美味しかったですね。小ぶりなんですが間違いないやつ。タルタルソースともしっかりマッチしています。ちなみに関サバは冬が旬で、関味は夏が旬。関サバの刺身美味しかったんですが、油のりは軽めだったので、せっかくなら旬の関味にすればよかったなと今になって思ってます。そしてこのお店のもう一つの魅力は窓の向こうの景色。目の前のビーチの先に無人島の蔦島がちょこんと浮かんでいて、穏やかな時間が流れて料理がさらに美味しく感じました。いやー、素晴らしいロケーションですね。
美味しかったです。いやー、ちょうどいい時間ですね。さっき食べた関屋時間があそこですね。船が入ってくレールみたいなのが残されてますね。伝わってるかわかんないんですが、めちゃめちゃ透明度高いです。いやー、この場所すごい気持ちよくてずっといられますね。夕日がちょうど沈みかけてマジックアワーの時間です。岸には釣りをしている人の姿も見えて、なんというかすごい気持ちがいいんですよね。ということで、大分市の端の方まで来たので、これからまた戻って、予約している宿に向かいます。お腹もいっぱいで景色もいいので、かなり満足度が高いです。車を走らせた夕日が素晴らしいです。めちゃめちゃ綺麗ですね。大分にある工場の夜景が見えるのもめちゃくちゃいいですね。大分市を流れている大野川っていうところのほとりに来ました。ここからは工場夜景が美しく見えるということでやってきました。いや、もうすでにめちゃくちゃ綺麗ですね。後ろに工場夜景が広がっています。この大分港の工場エリアは大分コンビナートと呼ばれています。実は大分市、全国の製造品出荷額は上位に入り、九州ではなんと第1位。鉄鋼や化学、製油などの大規模工場が集まり、県全体の出荷額のおよそ半分を担っています。夜に灯るこの明かりは、まさに大分のものづくりを支える明かりというわけですね。ガスで火が燃えてるのが見えますかね。いやー、すごいめちゃくちゃ綺麗ですね。本日お世話になるゲストハウス小藤さんです。ここが4人部屋のドミトリーの部屋。今日は僕以外泊まる人はいないので貸し切りです。ドミトリーにもシャワールームがあるんですが、さすが大分県、温泉がそこら中にあるということで、近くに営業している温泉があるので、そこの温泉入って寝ようと思います。宿のすぐ近くにあった三川の湯にやってきました。モアイ像もいます。いやー、いい温泉でした。温泉入って宿に戻ってきたので、もう寝ます。おやすみなさい。おはようございます。大分市2日目です。昨日泊まったゲストハウス小藤さん、めちゃめちゃ快適でしたね。いやー、1泊なんと2300円。今まで泊まったゲストハウスの中で一番綺麗で安かったですね。昨日泊まった時は僕以外泊まってる人がいなかったので、それもあって宿を営まれてるご夫婦の方とお話がたくさんできたんですけど、いやー、すごく親切で優しい方でしたね。また大分来るときは本当に泊まりに行きたいと思える場所でした。大分市は別府とか由布とかに比べると観光地という場所ではないと思うんですが、それでもすごく見どころはあるところでしたね。豊後水道の海産とお魚も美味しかったですね。ということで今回はここまでとなります。次は大分市から豊後大野市に向かいます。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。